客が納期1日で無茶振りしてきたから契約書で論破した結果、明日までにやれ。できないなら契約解除だ。全部契約違反じゃん。これは俺が IT 業界で経験した無茶振りクライアントとの戦いの記録だ。俺は29歳のシステムエンジニア。中堅の SIR で働いて7年目になる。主に金融系のシステム開発を担当していた。今回の案件は地方の中堅企業向けの販売管理システムのリニューアル。契約金額は5000万円。開発期間は6ヶ月の予定だった。普通の案件だな。開発は順調に進んでいて、残り2週間で納品という段階まで来ていた。プロジェクトは半年かけて進めてきたもので、俺を含めて5人のチームで開発していた。テストも問題なく終わって、あとは最終確認だけだと思っていた。フラグ立ててるぞ。やばい予感しかしない。その日、クライアントの情報システム部長から突然電話がかかってきた。お疲れ様です。イッチです。さ、急で悪いんだけど、追加で機能を実装してほしいんだよね。追加機能ですか。納品まで2週間しかありませんが。在庫管理機能と発注書の自動作成、あとエクセルとの連携機能も追加で。それは契約の範囲外ですし、開発に最低でも2ヶ月は必要な規模ですよ。は？何言ってんの。こっちは金払ってる客なんだよ。明日までに追加してくれればいいから。明日ですか。無茶振りすぎる。2ヶ月の作業を1日でやれとか頭おかしい。部長、それは物理的に不可能です。追加契約と後期の延長が必要になります。追加契約？ふざけんな。5000万も払ってるのにこれくらいできないのか。できないなら契約解除して、今まで払った金も全部返してもらうからな。ちょっと待ってください。それは契約書の条項に反しますので。うるせえ。お前の上司に電話するからな。使えねえ技術者だな。お前は。電話は一方的に切られた。粗脚すぎる。これモンスタークライアントだろ。そして予想通り30分後には俺の上司に電話が来ていた。イッチ、ちょっと来てくれ。上司の部屋に呼ばれた。お前、クライアントに何言ったんだ。向こうは激怒してるぞ。契約外の追加機能を明日までにやれと無茶な要求だったので断っただけです。バカか。お前は客の言うことは絶対なんだよ。でも契約書には。契約書なんてどうでもいいんだよ。今日中に追加機能の実装を始めろ。徹夜してでもやれ。上司もクソで草。客にヘコヘコしすぎだろ。俺は唖然とした。上司まで客の言いなりになっている。でもここで引き下がるわけにはいかない。結局その日は徹夜で作業させられた。当然機能は完成しなかった。そして翌朝またあの部長から電話が。おい、機能はできたのか。申し訳ございません。ご要望の規模では1日では到底。できてないのか。ふざけんな。こっちは明日社長にプレゼンがあるんだ。社長にプレゼン？俺が新システムで手柄を立てる予定だったのに、お前のせいで全部台無しだ。自分の手柄のためかよ。最悪すぎる。もういい。お前の会社の社長に直接電話する。契約解除と損害賠償を請求してやる。そして本当に社長に電話が入った。1時間後、俺は社長室に呼び出された。イッチ君、どういうことだね。クライアントが激怒している。契約解除と3000万円の損害賠償を要求されたぞ。社長、それは向こうの一方的な主張で、契約外の追加機能を1日で実装しろという無茶な要求だったんです。だから言っただろ。客の言うことを聞けと。困ったな。イッチ君、とりあえずプロジェクトから外れてくれ。降格も検討せざるを得ない。降格？イッチは悪くないだろ。その日から俺は社内で腫れ物扱いされた。同僚たちも距離を置くようになった。イッチさん、大変でしたね。でももう少し柔軟に対応できなかったんですか。この状況は本当に理不尽だと感じた。でも感情的になってはいけない。冷静に理論的に対処する必要がある。客を怒らせるのはまずいですよ。味方は誰もいなかった。同僚も終わってるな。誰も契約のこと分かってない。
は自宅で考えた。このまま泣き寝入りするのか。いや、俺は間違っていない。契約書には全て書いてあるはずだ。もう一度契約書を精査しよう。俺は契約書を最初から読み直した。そして重要な条項を見つけた。第12条追加機能の扱いについて、契約範囲外の追加要求は別途見積もりとする。やっぱりだ。来た逆転の予感。さらに読み進めると、第15条に仕様変更の手続きが明記されていた。仕様変更は書面による合意が必要。口頭での変更要求は無効とする。完璧だ。そして第20条を見てさらに驚いた。クライアントが契約に違反した場合、ベンダーは違約金を請求できる。待てよ、これって逆に俺たちが請求できるってことか。逆転きたこれ。次に過去のメールをすべて精査した。すると驚くべき事実が次々と明らかになった。まず過去の支払い記録を確認すると、クライアントは3回も支払いを遅延していた。契約では支払い期日は月末だが、実際は毎回2週間以上遅れている。契約書第25条には、払い遅延には遅延損害金が発生すると明記されている。証拠がザクザク出てくる。客の方が違反しまくりじゃん。次に過去のメールを精査すると、部長からの横暴なメールが大量に見つかった。これくらいできないとか使えない。徹夜してでもやれ。文句言うなら契約解除だ。完全にパワハラだ。メールに残すとかバカすぎ。証拠保全完璧。さらに電話の録音も確認した。俺は念のため会話を録音する習慣があった。あの部長の暴言も全て記録されていた。録音してたのか。一致用意周到すぎる。そして徹底的な証拠を見つけた。契約書の使用書を見直すと、部長が要求した追加機能は明確に契約範囲外として除外されていた。つまり部長は契約内容を理解せずに無茶な要求をしていたということだ。完全論破確定。部長がただのアホだった。翌日、俺は弁護士事務所に向かった。集めた証拠を全て持って。なるほど、状況は理解しました。契約書と証拠を見せてください。弁護士は契約書と証拠を念入りに確認した。その間、俺の心臓はバクバクしていた。これは完璧ですね。クライアント側の契約違反が明確です。追加機能の無断要求、支払い遅延、パワーハラスメント、これだけあれば完全に勝てます。弁護士のお墨付き来た。これは勝ったな。まず内容証明郵便でクライアントに契約違反の事実と違約金請求を通知します。金額はそうですね、契約違反による違約金3000万円、支払い遅延による遅延損害金を100万円、パワハラによる慰謝料も100万円、合計4000万円を請求しましょう。証拠を揃えるのに丸2日かかった。しかしその価値は十分にあった。これだけの証拠があれば負けるはずがない。4000万円。逆転どころか大逆転。4000万円請求。同時にあなたの会社の社長にもこの証拠を提示して説明しましょう。一致さんは何々も悪くありません。むしろ会社の利益を守った功労者です。ありがとうございます。一致報われる。これは泣ける。弁護士と一緒に社長室を訪れた。上司も同席していた。イッチ君、弁護士を連れてくるとはどういうことかね。社長、こちらをご覧ください。クライアント側の契約違反の証拠です。弁護士は契約書とメール、録音データを順番に説明していった。これはクライアントの方が契約違反をしていたのか。しかしさらにクライアントは払いを3回遅延させています。契約書第25条による遅延損害金が発生しています。なんということだ。そして部長からの暴言が記録されています。弁護士が録音を再生した。録音使えねえ技術者だな。お前は録音契約解除と損害賠償を請求してやる。これはパワハラだな。し
しかし客を怒らせたのは事実だ。いいえ、一輝さんは正当な契約内容を主張しただけです。むしろ会社の利益を守るため適切な対応をしたと言います。そうか、わかった。イッチ君、すまなかった。君は何々も悪くなかった。社長分かってくれた。よかった。ではクライアントに対しては契約違反による違約金3000万円、払い遅延による遅延損害金を100万円、パワハラによる慰謝料も100万円、合計4000万円で請求を行います。4000万円。そう、そんな金額を契約書に明記されている正当な請求です。ざま。完全論破。その後の展開は驚くほど早かった。弁護士からクライアントに内容証明が送られ、3日後には相手の弁護士から連絡が来た。結果は俺たちの完全勝利だった。完全勝利。クライアントは全面的に非を認め、4000万円の支払いに合意した。あの横暴な部長は左遷された上に降格、さらに会社からも厳重注意を受けたらしい。この結果には本当に驚いた。まさか昇進とボーナスまでもらえるとは。今回の経験は俺の財産になった。ざま。完全敗北。そして俺は課長に昇進することになった。さらに特別ボーナスとして200万円が支給された。一致おめでとう。報われた。社長からも直接謝罪があった。イッチ君、改めて謝罪したい。君は会社の利益を守ってくれた。これからも期待している。ありがとうございます。あの上司も俺に謝罪してきた。一致、すまなかった。俺が間違っていた。まあ分かってくれたならいいですよ。一致大人だな。俺なら許さんけど。同僚たちの態度も一転した。一致さん、すごいですね。契約書をあそこまで活用できるなんて。契約書をしっかり読むことの大切さを身をもって示すことができた。かっこいい。これは教訓になる。この経験で学んだことは、契約書は最強の武器だということ。これ IT 業界でよくある話だよな。契約書ちゃんと読むの大事。うちの会社でも似たようなことあったわ。一致本当によくやった。証拠集めが完璧すぎる。こういう話もっと聞きたい。今後は契約書をもっと重視していく。上司もこの件で学ぶことがあったようだ。社内でも契約管理を徹底させる。会社全体にも良い影響を与えられた。一致さんのおかげで我々も安心できます。これからもよろしくお願いします。こうして俺の戦いは終わった。しかしこれは新しいスタートでもある。課長としてより責任のある仕事に挑戦していく。そして正しいことを主張し続ければ必ず報われるということだ。ここまで読んでくれてありがとう。ショーツ。超スカッとしたわ。契約書大事だな。イッチ GJ。